連休住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。よくですね、お化けが見える、霊が見える人、あるいは霊が見えない人っていう言い方しますけれども、大人になってきますとね、こういうのを霊感と言ってみたりなんかいろいろしますけども、比較的ですね、子供さんはなんかちょっとそういったものが見える子供さんって多いですね。で、大人になるにつれてだんだん見えなくなるので、科学的に考えますとね、非常に子供が、そういう子供の脳の柔らかい部分でそう見えたのかなとかっていろいろ理解しますけれども、私はね、本当に子供さんが見ているっていうことがあるように思うんです。今回はですね、そんな子供さんに関するお話をさせていただこうというふうに思います。このお子さんがですね、ちょうどおむつ離れっていうんですかね、トイレトレーニングという言い方をしたりするそうですけれども、おむつをもうそろそろやめて自分でトイレ行けるように頑張ろうねなんていうことをしている最中のお子さんが、ある時家で寝てますとね、夜中にむくっと起きて、ねえねえお父さんお母さんトイレ行きたいっていうわけです。で、偉いな、もうおねしょしなくてちゃんとトイレ行けるんだねって言って、お母さんがその子を抱っこしてですね、ちょうどこの一軒家の2階で、寝てられるんですけれども、1階にトイレがあるので1階へ連れて行こうとされたんですね。で、抱えながら2階から1階へ降りようとしたその瞬間、子供がうわーっ大声で泣いたそうなんです。では、どうしたのどうしたのって言うと、怖い怖い、突然そう言い出すそうなんですね。で、何が怖いのって聞くと、だって1階に誰かいるもん、そう言うそうなんです。もちろんお母さんが見るんですけれども、1階には誰もいない。物音一つ立ってないんですね。で、誰もいないよ、大丈夫大丈夫。じゃあ行こうね。また連れて行こうとすると大きな声で怖がるんですね。で、この大きな泣き声を聞いて、お父さんも起きてきまして、どうしたの？この子がなんか1階に誰かがいるっていう。で、またお父さんがこの子供さんを抱っこして、じゃあお父さんと行こう。なんかあっても大丈夫だから。下へ行こうとしたら、2、3段降りた時に、またこの子が、うわー怖いって泣き出すそうなんです。で、誰もいないよって言ったら、いるいる。誰かいる。で、どんな人がいるって聞いたら、人じゃないよ、あれ。そういうそうなんですね。で、人じゃない人、ちょっと意味がよくわからないなと思いながら、その子をちょっと2階の廊下に置いてですね、じゃあお父さん一人で下一度見てくるから、誰もいなかったらじゃあ一緒にトイレ行こうね。そう声をかけて1階に降りようとしたその瞬間ですね、コロコロコロって何か転がってきたそうなんです。1階の階段のところによく子供さんが遊ぶゴムボールありますね。あのゴムボールがコロコロコロ転がってきたそうなんです。もちろん1階には誰もいませんし、このボールが転がるような状況っていうのはありえないですから、あれ？もしかすると泥棒か何かが入ってきたんではないかな。そう思ったご主人は、子供さん、奥さんを部屋に戻してですね、一人で1階降りていったそうなんです。そして1階へ着くと、この転がってきたボールをもう一度台所の方に戻したそうなんです。そうしますと、また誰かがポーンと蹴ったようにボールが戻ってくる。と思って台所を見ますと、椅子にですね、真緑の何かが座ってたそうなんです。と思ってよくよく見ると、だんだん暗闇に目が慣れてきた。そうするとその椅子に座っていたその人の姿がはっきりと見え始めたそうなんです。これがですね、このご主人曰く、服が緑色のものを着ているんでは決してない。肌が緑色だった。そうおっしゃるんです。そして、大きい人間の大人ぐらいの身長だったそうなんですけれども、よく見ると、なんか若干お腹がポコッと出た狸のようなお腹をした何かがそこにいたっていうんですね。で、思わず大きな声で、お前誰？思わずそう言うと、その緑色の生き物がご主人の方をパッと見て、ここも僕が住んじゃダメかな、そう言ったそうなんです。で、意味がわからないままご主人は出ていけ、大きな声を出すと、その場でスーッと消えていったそうなんですね。一体これ何だったのか。
わからないままご主人は、私のところに連絡をくださってですね、こういうことがあって、もう今晩もう寝ることも怖い。ホテルを借りようかまで迷ってられたので、じゃあ分かりましたということで私行かしていただきまして、何か分かりませんけれども、とりあえずお経をあげて、心の中でここにいる、霊なのか何なのか分かりません。妖怪かもしれませんね。何か分からないけれども、もしなら私とついておいでって言って、そういう気分でずっとお経を読ませていただきました。お経を読み終わって私が車に戻って、自分の車でですね、運転席に座りましたら、急に後ろの後部座席がスッと誰かが入ってきたように少し沈んだんです。これは誰かがちゃんとついてきてくれたなと思って、私そのまま車を走らせまして、少し田舎にあります、とある山へ向かったんです。で、この山っていうのは、今はもう無住となりましたけれども、いわゆる廃寺のようなお寺が、私と少し関係のある廃寺のようなお寺がありまして、そこへ連れて行ってあげようと思ったんです。なぜかって言いますと、緑色の肌ですよね。で、狸のようななんか風貌がある。そして、ここもう僕が住んじゃダメなの？そんな会話をした。なんかそのお話を聞いていると私ね、これ霊ではなくって妖怪のような気がしたんですね。この妖怪が安心して住める場所まで連れて行ってあげようと思って、その場所を選んだわけです。そして車を止めて、誰もいない後部座席の扉を開けてですね、降りてついておいで。そう言って山の中に少し分け入っていきますと、その廃寺があるんですけれども、その廃寺の前で私お経を読みながら、少し紙に文字を書きまして、で、それをペタッと貼ったんです。この紙には何を書いたかって言いますと、共存共栄、誰が住んでもいい場所ですよ。そう書いたんですね。そして私がそれをペタッと貼った瞬間、私の近くで歓声のようなものがうわーっと聞こえたんです。もちろんこの山には私一人しかいないんですけれども、一瞬うわーっという声が上がったと同時に、誰かがうわーっと喜びながら森の中に入っていくザザザザザというこの枯れ木を踏みしめるような音がしたんですね。ですからもしかするとその緑の物体がここなら自分が住んでいい場所なんだと戻ってくれたんではないかな、そんな話でございます。私たちはよくですね、この共存共栄という話しますね。この共存とは共にあるというふうに書きます。共栄っていうのは共に栄えると書きますね。一緒に暮らしながら一緒に栄えましょうね。そんな意味が共存共栄なんです。ところがある人だけがですね、自分たちだけが栄えて周りの人はもう栄えなくていい。そんな風に考えてしまいますと、この共存共栄が成り立たなくなってくる。もしかするとこの緑色の、もしかしたらカッパちゃんなのかもわかりません。何なのかわかりませんけど、この妖怪の人がですね、もしかすると山を追われて、だんだんと整地されてきましたからね。私たち人間が住むところばっかり、便利ばっかり、自由ばっかりを求めてですね、共存共栄を忘れてしまって、行くところがなくなったこの緑色の生き物が困ってたんではないかなというふうに思うんですね。私たちはこの共存共栄というものを人間同士で考えるだけではなくって、もっと視野を広げてですね、海や山、川や空、すべての自然界とも共存共栄、自然も栄えてもらえるような、生き方をしなくちゃいけないな。そしてまた今がその共存共栄を深く考える時期ではないかなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。